ではウィークリー Vlog 撮っていこうと思うんですけど、今日は7月の24日、今日からね学校がしばらく休みになって1ヶ月くらいかな。なので結構余裕ができます。でもね、今日ねめっちゃ涼しいんですよね。何度あるんだろう、29度か。29度もあるように感じないですが、多分湿度がすごい低いんだろうな。なので全然歩ってても全然汗出てこないんですよね。めちゃくちゃいい。日が出てないからっていうのもあるかな。もうね、真夏になるとね、快晴だと気持ちいいんだけど、日が出てない方が涼しいですね、やっぱり。なんか誰かの写真撮影に映り込んでしまった気がしますが、ちょっとね駅前に来たついでに少し駅前を久々に散策というか散歩がてら、歩こうかな。散歩がてら歩こうかなって日本語おかしいですけど、ちょっとね1時間弱ぐらい散歩しようかなと思います。なんか最近全然駅前に来てないような感じがして、あれですね、家族と、先週末ぐらい、こっちに買い物に来た以来くらいじゃないですかね。全然駅前に来てないです。というかね、この駅のデッキの上はいつも歩いてるんですが、そこから離れたことは本当に最近全然ないので、何か、変化があれば面白いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと歩ってみます。ちなみにあれ見えますかね、仙台の七夕祭りのなんていうの、この飾り付けがいろんなところにされてるんですけど、これがね8月の上旬ぐらいに仙台七夕祭りでいいんだっけかながあって、で七夕って普通7月だと思うんですけど、こっち8月なんですよね。8月にそのお祭りがあって、もう全国から見に来る人がいるんですけれども、今年はですね見に行けないんですよ。ちょうど実家に帰ってる時期なんで、しかも多分ねその開催時期が台湾に行って見に行けないことが確定してしまってるんですが、去年と一昨年は見に行きましたね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。アーケードのところにも今飾り付けなんかお見せしましたが、あれのね10倍くらいあるアーケードの天井ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。あそこからもう頭に当たるんじゃないかっていうぐらいの高さまで飾り付けが、あれのでっかいバージョンみたいなのがつくんですよ。もう本当に建物1個分ぐらいの、飾り付けがされるのでおすすめです。絶対見に行った方がいいと思います。私は行けませんが、でももう仙台に来て2回見たんでいいんですけど、そういえば完全にエデンなくなっちゃいましたね。見た感じはもう完全な更地になっちゃってて、ここの塔屋みたいなのが今、壊されようとしてますが、今ちょっと囲ってあって見えないんですけど、ここにエデンっていうなんか飲み屋街みたいなのがあって、ここから入れたんですが、ここね再開発するみたいで、なくなっちゃうみたいですね。いや残念だな。ここでもうちょっとねいろんなお店を行きたかったんですが、全然外で飲めたんですよ。ビアガーデン的な感じになっててめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、なくなっちゃいましたね。残念だな。もうめちゃくちゃ良かったんですよね。そう、あそこの向かい側にもなんか前百貨店だったでっかい廃墟があって、あそこと一緒に再開発するみたいなんですよね。もうお店が10店舗以上周りを囲ってて、その中央のところがちょうど屋根がない感じになってて、椅子とテーブルが並んでて、もちろんお店の中でも食べれるんですが、いろんなその周りにあるお店でいろいろ買って外で食べれるっていうね。だから料理はここのお店、お酒はここのお店みたいな感じでできたんですよ。あれめちゃくちゃ楽しかったですね。手の飲み屋街というかビアガーデン的な、どっかにあるといいんですけど。てかめっちゃいろんなとこ工事してるな。なんか仙台駅の駅舎も工事してるし、このロフトの入ってるビルもなんか工事してます。そしてあそこのエデンがあったところも再開発するんで、だいぶまた数年したら見た目変わるんじゃないですかね。エデン解体工事って書いてあります。っていうかね、そもそもこのエデンっていう、場所もなんか仮設というか仮だったんですよね。
昔ここになんだっけ、ホテルが建ってたんですよ。でっかいホテルが。まあすごい前で、私は実物を見たことないですけど、10年ぐらい前はここにホテルが建ってたらしく、それを取り交わしてその再開発しようってなってたというか、その時は決まってたか分かんないんですけど、とりあえずでエデンができたみたいなんですよ。だからそもそも10年くらいでの限定のあれだったっていう感じなんですよね。このビルの断面とかが見てお分かりいただけると思うんですけど、明らかに仮設な感じだったんですよね。これだけ高層の建物が多い中で、ここ全部平屋だったんですよ。なのでこのビルが、ほらここがね、本当は昔あったホテルが隣接してたんで、窓が一切ない感じになってるんでこのコンクリート壁を見ながら、飲んでたという感じなんですけど、この景色ももう貴重じゃないですか。ここに新しいビルが建ったらもう見れなくなっちゃうと思いますよ。もうこんな喋ってるうちに16分歩いてました。今日ね、昼間はずっとうちで寝てたので、ちょっと体を動かさないといけないですね。いやでも今日散歩日和だな。全然汗かいてこない。もう提灯がぶら下がってて、いかにも祭りが始まるぞって感じの雰囲気ですね。いいね、夏って感じ。アーケードももう来たのね、半月ぶりぐらいだと思うんですけど、なんか徐々に飾り付けとかも増えてって、なんか夏祭りっぽい BGM もかかってます。なんかすごい楽しげ。今日人少ないな。人少ないのがいいですね。歩きやすい。そう、ここなんかアーケードがこう交わってる T 字路的なとこなんですけど、その七夕祭りの時はここになんかすごい量の、折り紙の鶴、もう1000羽鶴どころか10万鶴ぐらいのオブジェがここに、ちょうどここですね、このちょうど分岐のところに、から吊り下げられてるんで、めちゃくちゃ綺麗ですよ。ちょっとこういうところも七夕の装飾始まってますね。仙台七夕祭りの提灯的なのもありますね。あれ、この前もいたよね、この馬。ちゃんと本物だ。本物ですね。こっちの方がぽいですね。この飾り付け、これの10倍くらいのやつが飾り付けられますね。なんかここの楽天のストアなくなってますね。これあれですよね、昔アップルストアが入ってた建物なんですけど、そこをなんか楽天が買い取って、楽天がずっと入ってたんですが、なんか改装してるだけかわかんないですけど、なくなってますね。あれ、フォーラスもなんか改修工事してるんでしょうか。入れないようになってますね。書いてあったわ。3月から休んでんだ。建物設備調査。大変そう。この七夕祭りの時期とか稼ぎ時期だと思うんですけどね、やれないのか。34分か。ちょうどいつもの駐輪場まで戻ってちょうどいいくらいかな。なんかこれ気になる。油そばつけ麺。さすがに30分ぐらい歩くと少し暑くなってきましたが、この時期にしては全然涼しいです。もうあとずっとこのぐらいの気温であってほしいぐらい。50分で 3.4 キロ、結構歩きましたね。なんだろうこれ。カメラでもわかりますね。なんか網戸にめっちゃキラキラした
ラーメンみたいなのがついてるんですよね。これほら。これなんだろう。飴、水分ではなさそうですね。なんだろう。こっちのガラスとかにはついてないんですよね。なぜかこの網戸になんかキラキラしたラーメンみたいなのがついてるんですけど。これなんだろう。めっちゃ気になる。やばい。今食器洗ってたら、茶碗をですね、ちょうど今この、木のお椀がある位置に乗せてたんですけど、こっから落下して粉々になりましたね。多分こいつに当たったね。まず、こいつに当たってからの、一応下カーペット引いてあるけど、割れましたね。この前もね、1個、茶碗割ったんですよね。で、うち4枚数え方合ってる ?4 つ茶碗があったんですけど、今2つしかないんで、2つだとね、どうだろう、回せるかな、乾かしてる途中で使えないみたいなことが、もしかしたらあるかもしれないんで、追加で買ってこないといけないですね。ていうか、そもそも水切りかごをここに置くのがね、危険っていうのはあるかもしれないですけど、ここしか置く場所ないんですよね。一応このシンクの半分使っておくこともできるんですけど、そうすると洗い物のスペースが足りないし、この作業台の部分に置くこともできるんですけど、そうするとここで作業できなくなっちゃうし、このコンロの熱で燃えそうなので、結局、ここしか置く場所がないっていうね。もうほんとこれ以上狭いキッチンになったら、どうやって生活しようっていう感じですね。はい。夜ご飯です。ご飯と、これはもずくスープ。多分、祖母宅でもらってきたやつですね。で、これが豚肉を炒めたやつで、これが地元で買ってきたごぼうの、漬物が美味しかったので、真似て作ってみました。とりあえずこれいただきます。これ、ニンニクと唐辛子、炒めてから肉入れると、唐辛子が黒焦げになっちゃってますね。肉も、ニンニクも唐辛子も同じタイミングで入れてもいいのかもしれないですね。いや、本当にね、夕飯の時間もまだ明るいっていうのが夏だなっていう感じですよね。冬だったら夕飯の時間はもちろん暗いですし、なんなら、朝食の時も薄暗かったりしますからね。さあ、夜ランです。お、なんかここの工事、掘り始めてますね。3キロ30分。今日は最初の方結構歩いてたのでペース遅めです。よし、大野原のとこまで来ました。いつもの地下鉄大野原駅のとこまで来ましたね。ちょうどここまで走るとほら 3.6 キロということで往復すると7キロのコースです。この大野原駅に来るところでちょうど坂になってるんですよね。ここがいい負荷になって、でここで折り返して、この坂はちょっとゆっくり歩きながら降りて、平坦になったらまた走り始めるっていうのがいつものパターンです。なんかね、走ってる時はそうでもないんですけど、止まると汗が出てくるんですよね。なんか月すごくない？これ望遠レンズに切り替わってんのかな。 iPhone じゃあんまりうまく映んないですね。肉眼だとなんかすごい幻想的。ほらまだ見える。なんか周りの雲がこうボワッと光ってるんですよね。なんか昔のなんとか小説とかに出てきそうな月ですね。ここって1年ぐらい工事してる気がするんですけど、そんなかかんのかな。令和7年3月までって書いてありますね。じゃあさらにあと半年ぐらい、8ヶ月ぐらいかかるってことか。なんか去年の秋ぐらいからやってる気がするんですよね。すごいな。なんかジブリとかに出てきそうな雰囲気なんですけど、なんだろうあれ、見えるかな。なんかすごいでっかい建物を解体してるんですけど、あんなのあったかな。もしかして作ってる？どっちだろう。いや映んねえな。1時間で6キロ。よし、7キロ。いや、ペース遅っ。まあでもね、もう今日はゆっくりめに走ったので、まあね、ペースとか縮めることとか、
距離伸ばすこととかそういうのも大事なんですけれども、とにかく続けることを重視してやってるので、まあこんなもんでいいかなと思いますね。あんまりね、本気出しすぎるとね、後々やりたくなくなってくるんで、まあとにかく継続するっていうことで。ゆっくり走ってって、なんなら半分くらい歩いてたって、やらないよりは100倍いいわけじゃないですか。なので、もうちょっと継続重視ということで、本当は継続しつつ、ちゃんと走った方がいいと思うんですけどね。今日はですね、先週ぐらいに家族と日課ウイスキーの蒸留所に行ってきて、買ってきたこの飲み比べセット。これこの前、この宮城郷と余市、これを飲んだんですが、あとスーパーニッカも飲んだかな。今日はこいつ、ついに竹鶴飲んでみようと思います。多分これがね、このセットに入ってる一番いいウイスキーというか、日課ウイスキーでも高い部類に入る、多分買うと1本1万円ぐらいするウイスキーですね。飲んでみます。ちょっとずっと楽しみにしてたんですよね。なかなか1万円のウイスキーとか買えませんが、このサイズだったらなんとか手に入れられたので、ちょっとどんなものか飲んでみます。ではでは、いきます。結構ね、色薄めなんですよね。うん。これ、宮城郷とかと比べても、カメラじゃちょっと分かりにくいと思うんですけど、結構ね、この中のウイスキーでも一番色薄いんじゃないかなと思います。余市と比べたら同じくらいの薄さですかね。うん。でも結構ね、色が薄いので、ちょっと、なんかね、味の予想ができない。はい。うわ、めっちゃ香りすごいな。今結構離れたとこから嗅いでもね、香りが、めちゃくちゃ香り強いな。香りがめちゃくちゃ強い。こんなに香りが強いウイスキー初めてですね。ちょっと、いただきます。あ、めちゃくちゃあっさり。そして、なんかね、香りが他のウイスキーと全然違いますね。口に入れた瞬間、香りというか風味がこう、ブワッと広がって、後味もすごい、まだ風味が残ってる。めちゃくちゃこう、後味的な感じにも風味が残るし、広がり方がすごいな。で、結構あっさりですね。あっさりで軽い感じなんですよ。なんですが、めちゃくちゃ風味が、今までこんなに香りが強いウイスキーは飲んだことがないですね。はあ、これが高級ウイスキーなのか。うん。すごいな。もうなんかね、香りというか風味が口から飛び出すんじゃないかっていう感じっていうか、結構離れたところにいても匂いが伝わりそうな感じですね。飲んだ瞬間風味が爆発する感じ。だからもう自分だけじゃなくて、周りの人にも伝わりそうな、そんな印象を受けますね。いや、すごいな。さすがです。今まで飲んだウイスキーで一番うまいわ。ちょっとこれを大事に飲みたいと思います。これ1本どうなんだろうな。いくらぐらいなんでしょうか。これね、飲み比べセットが、これ5本入ってたんですよね。この宮城郷と余市と VSOP とスーパーニッカ、あと竹鶴ですね。これが5本入って、どうだろう、3200円とかだった気がするんで、割るといくつになる？単純計算だと1本640円になると思うんですけど、でもね、全部同じ金額なわけではないと思うので、このスーパーニッカとかはそんなに高くないと、多分これが一番安価なんじゃないですかね。で、宮城郷余市もね、これもね、あんまり、もうこの竹鶴の影響が大きすぎて、あんまり触れてないですが、多分ね、普通に買うと6000円ぐらいしたはずです。うん。これもかなり高級ウイスキーで、さらにですね、宮城郷のこれ、限定なんで、竹鶴もそうですけど、うん。なので、これもかなり高級ウイスキーなんですが、だからどうだろう。下手したらこの量で1000円近く、さすがにないかな、しそうな感じはしますね。だって、いくらだっけ ?1 万円ぐらいだ気もするんですけど、それより安かったか高かったかちょっと記憶が曖昧なんですけれども、かなりこう、あそこの蒸留所ではトップレベルに高いお酒だったんですよね。いや、うまっ。これうまいな。この広がり出せるウイスキーはなかなかないんじゃないですかね。ちなみにこれもあんま紹介してませんでしたが、三春のハーブガーデンで買ってきた、ナッツですね。この、ちょっともう、ラストですね。これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なんですが、
その三春のあそこでしか売ってるのを見たことないんですよ。ここら辺で売ってるの見たことないんで、あそこでしか買えないのかなと思ってますが、多分見つけたら即買いしちゃうと思いますね。ウッドファイヤーローステッドカシューって書いてあるんですけど、その名の通り燻製にしてあるんですよね。でさらにですね、カシューナッツとチーズが入ってるんですよ。でカシューナッツもすごいね、燻製のスモーキーな感じがあるし、このチーズもね、いい感じのしょっぱさなんですよね。結構単体で食べるにはしょっぱすぎるみたいな感じなんですけど、このナッツと一緒に食べるとか、なんかお酒と一緒に楽しむとかにはちょうどいいような感じ。これですね、ベトナムのやつなんですよね。ベトナム産のナッツ。私最近知ったんですけど、ベトナムってナッツが有名らしいんですよね。だからベトナム産ナッツってかなり美味しいらしいです。でナッツを買うときはベトナムのやつを選べばいいんですかね。なんかカルディとかになくもない気がしますけど、ちょっと今度探しに行ってみようか。ではお次はスーパーニッカ。これもね、なんかすごい甘みが強くてね、これね、多分どこにでも売ってるやつですよね。多分普通にイオンとか行って見たことがあるんで売ってると思うんですけど、やっぱ甘いんですよ。ちょっと今度ちゃんとでっかいの買ってこようかな。ちょっとこの甘さが結構やみつきになる。いや、竹鶴もう一杯飲みたいな山々なんですが、ちょっともったいないので今日はやめときます。じゃあ締めは宮城京かな。今日はこいつ飲んでみます。これも三春で買ってきたハーブティー、ローズブレンドってやつなんですけど、これね、なんかね、売ってる時は一個一個、どういう効能がありますとかって書いてあったんですけど、完全に忘れちゃいましたね。ちなみに、イタリア産だそうです。お、いい匂い。っていうかなんかすごい、いろいろな色の葉っぱが入ってますね。お、すごい美味しい。なんかベリー系の味な気がしますね。しっかりと葉っぱの味が出てる感じ。はあ、おはようございます。今、起床3分ぐらいで外に出てきました。ちょっとね、朝散歩をまた習慣化しようと思って、やっぱね、体にいいらしいんですよね。なんか、起きてすぐ日光浴びると。なので、起きたら10分15分ぐらい朝散歩を毎日しようと思います。最近自分の動画見てて思ったのが、結構ね、映像が傾いてるシーンが多いんですよね。ですがこれアップデで表示されるようになったのかな。多分最近だと思うんですけど、水準器が画面の中央に出てくるようになったんですよね。なんか水平になるとなんかバイブレーションみたいなので教えてくれて、で普段はね、なんか傾いてると白なんですよ、線の色が。でも水平が取れると黄色っぽくなるんですよね。だからその水準器が黄色っぽくなるところをなんとかキープして取ると水平だから、もう今とかそれ意識して取ってるんで水平になってると思いますね。この水準器が黄色になるように、そしてバイブレーションで教えてくれるんで、そこで固定すると意外と保てたりするんですよね。で逆にこう地面が平らじゃないところとかでも水平に取れるんで、どれだけ傾斜がついてるかみたいなのも伝わりやすくなったりするんで、この水準器機能を使ってなるべく、傾きのない映像に、これもね慣れるともう本当に無意識にできると思うんで、これいいっすね。ちなみに今の気温は28度です。日差し暑いっちゃ暑いけど、短時間だったらいいかなっていう感じですね。めちゃくちゃ猛暑っていう感じじゃないですね。なんかもう最近30度とか超えるのが当たり前になってくるんで、このくらいってなんかむしろそんなに気温高くないなと思ってしまうんですけど、いや暑いっちゃ暑いですけど、まだ耐えられるレベルかなっていう。30度超えてくるとね、さすがに湿度とかはもう関係すると思うんですけど、30度超えるとさすがにきついかなっていうのがあるんですけど、まだこんぐらいだったら大丈夫ですね。で今日ね、そんなに湿度も高くはないみたいなんですが、降水確率が 80% になってるんですよね。今日午後雨降るらしいんですよ。
だから出かけるなら午前中のうちですね。まあ特に予定はないんですけど。朝ごはんです。ご飯と味噌汁とソーセージです。本当はもう一品ぐらいおかずが欲しいですけど、買い出し行ってなくてないですね。さっき言ってくればよかったな。今日暗いな。めちゃくちゃ暗い。あ、雨降ってますね。さっき散歩行っといてよかったな。うん、うまい。これめちゃくちゃうまいですね。ポッキーのチョコミント味。周りのチョコミントも美味しいんですけど、クッキーの部分の種類もちょっと違うんですかね。色が濃い。チョコミントに合うようになってるんでしょうか。チョコミントね、めちゃくちゃ大好物なんですよね。麻婆豆腐作ろう。これなんかね、ここに電池が入ってるんですけど、この前この電池が切れて、変えたんですよ。そしたらなんかこの火つく時のこの最初のカチカチが早くなった気がする。どうでもよすぎますね。はい、できました。麻婆豆腐です。昼ご飯はこれをいただきます。なんか雨は収まってきたんですけど、雷がめちゃくちゃ鳴ってますね。ゴロゴロ。まあでもね、この建物に落ちることはなさそうですね。近くに大きいマンションがいっぱいあるので多分大丈夫だと思うんですけど、ここに落ちたらね、この建物ちっちゃい建物だからめちゃくちゃでかい音しそう。いやー、なかなかひどい雨ですね。いやー、もう部屋が暗すぎたので照明つけました。これまだ3時ですよ。3時でこんな暗いんですよね。まだ日没まで4時間もあるのに、めちゃくちゃ暗いです。今日は雨でずっと家の中にいることになりそうなので、ちょっとした DIY をいろいろやってました。まずこの前設置したこのエアプレーンのスピーカーの配線を隠しましたね。隠しましたというか、まあ、隠れてはいないんですが、これずっとここからダラーンと垂れ下がってる状態になってて、この下にバックパックとか、置くスペースにしてるんで、ちょっといつか引っかかりそうだなと思ったので、なんかね、応急処置的な感じで、養生テープでこのカウンターの裏に留めといたんですけど、やっぱり粘着力が足りなすぎて、落ちてきてしまったんで、ちゃんとこの、配線カバーですね。これを壁にくっつけて、そしたらね、もう落ちてくることは多分ないと思いますね。はい。こんな感じで綺麗に配線処理ができました。ちなみにこれ両面テープでくっつけるタイプのやつなんですけれども、ここに引っ越してきてからやってるんですけど、このまま壁紙に貼っちゃうと、剥がした時に壁紙も一緒に剥がれてきちゃうんで、これ、映像では分かりにくいと思うんですが、配線カバーの後ろに白の養生テープが貼ってあるんですよ。養生テープはね、それこそ引っ越しの時の養生とかにも使われるくらいなので、壁に貼っても剥がした時に一緒に壁紙剥がれてこないんですよね。かといって、粘着力が弱いわけではなく、そこそこの粘着力があるんで、これを貼った上に普通の両面テープで配線カバーを貼っつけると。それでですね、もうこの家住んで2年半ぐらいやってますが、ところどころ配線変えるときに剥がしたりしてますが、今まで壁紙が剥がれたことはないですね。こんな感じで、配線をして、なので、ここにバックパックも置けるように、ケーブルとかの垂れ下がりもなくなりました。で、こいつ、ちょっとね、ここら辺の配線が汚かったので、配線をちょっと隠してみました。これ上から覗くとわかるんですけれども、ここにテーブルタップがあって、で、この Wi-Fi スピーカーのケーブルとか、あとこれね、有線なんで接続してるんで、その LAN ケーブルとか、あとは、ここにある照明とか、あとちょうどここに、Wi-Fi ルーターがあるんですよね。ここね、何にも隠すものがないのに、配線だらけになっちゃってちょっとみっともなかったので、少しこれで隠したんですけど、この木のやつ何かっていうと、モニターラックなんですよね。多分今年の初めぐらいに IKEA で買ったやつなんですけれども、
想像以上にでかかったのと、あんまり使い勝手良くなかったので、モニターラックとしては使ってなかったんですよ。ずっと押し入れにしまっといたんですけれども、でもこれに使えるじゃんということで、これ特に接着とかしてなくて、ただ、立てただけですね。立てただけなんですが、結構、配線もね、まあ上から覗き込めば見えますが、まあ配線剥き出し、テーブルタップとかが剥き出しよりは見た目がいいし、ちゃんとこれ、木材でできてるんですよね。プリントじゃなくてちゃんとした木材でできてるんで、安っぽい印象にもならず、なんかちょっと和のテイストないですか？この照明と合わせて。これ相性いいっすよね。うん。これもなんか、障子の紙みたいな、提灯みたいな感じの、提灯とは違うかな。障子の紙みたいなのが貼ってあるランプなんで、すごくなんか、和のテイストが少し出てる感じがしますね。はい。で、これがね、2段になってるモニターラックだったんですよ。で、これがね、その間に貼ってた、高さが低い方の、板なんですけれども、まあ、棚板的なやつだったんですけれども、モニターラックの本体の方というか、高い方はどうしたかっていうと、これね、キッチンの背面にある収納なんですけど、ここにいろいろ調味料とか置いてたんですが、まあ、こういう細々としたやつですね。これが、結構ここ高さあるじゃないですか。高さあるのに、こんな高さの低いものを置いてるだけでちょっとデッドスペースがあるなと思ったので、もう一つの、モニターラックのもう一つの部分を置いて、間に棚板的なのを作ってみて、収納してみました。この下の段には、これコーヒーのフィルターとか、あと塩とか砂糖の容器ですね。で、右側には鍋置きを置いてます。で、上にはこれ調味料類とか、コースターとかこういうのを置いて、これめちゃくちゃ取り出しやすくなりましたね。でもただね、これちょっとね、地震が来たら落ちてきそうなので、こういう上の段みたいにこういうワイヤーみたいなの、貼ろうかなと思ってます。まあこれ両方の柱にこの、ビスを打って、ここに巻きつけて、このビスの巻き取る力で貼ってるっていう感じなんですけれども、今ちょっと針金切らしてるんで買ってこないとできないんですが、これが地震で落ちないように、ここら辺の高さにワイヤーを貼ろうと思います。ここだけやってますね。これ、ちょっと見にくいけど。これ一応ワイヤー貼ってあるんですが、これね、ちょうどここ R がついてるんで、スルッと落ちちゃうんですよね。ですが、これを貼ったことによって、大丈夫です。落ちません。これを、前後もやろうと思います。これね、前は気をつければいいかもしれないけど、なんか、後ろ普通に落ちていきそうなんでね、ちょっと怖いんで、こでやります。で、こっちにはケトルとか、いつも台所掃除するこのアルコールの、なんていうの、ポンプとかあるんですけど、これはちょっとね、ここはね、高さが欲しかったんですが、ちょうどここで終わってくれてるんですよね。ぴったりサイズ。このためにあるんじゃないかっていう感じです。有効活用できてよかったです。ここの蓋的なやつは今度 DIY で作ろうと思います。これね、まあ、ちょっと、上からこの中のケーブルが見えちゃうんで、みっともないっていうのもありますし、ホコリとかこれ溜まりそうじゃないですか。この、めちゃくちゃ狭いスペースに、ケーブルで押し込んであるんで、ホコリ溜まりそうなので、いつか、蓋作ります。あと、ああいうところもね、ケーブル見えてるところ、配線カバーで隠そうと思ったんですけど、もう配線カバーも切らしちゃってるんで、買いに行かないとできないですね。やばい。この雨と雷のせいで、回線がめちゃくちゃ遅いですね。これ今4時くらいですけど、まあ、で、夜くらいになるとね、遅くなるんですが、この時間、そんなに遅くなる時間ではないんですけれど、いや、遅っ。今ちょうど YouTube のアップロードしてて、めちゃくちゃ時間かかってます。普通ね、300ぐらい出るんですけどね、この時間だと。夜になるとこのぐらいのスピードになっちゃいますが、日中は普通に速いはずなんですけどね。じゃじゃん。こいつ。もうね、こんな雨の日しか、こんなにね、一日家の中にいる日はなかなかないので、さらに DIY 的なことやっちゃいますが、これね、昔ここに引っ越してきた時に買った、カーペット的なやつなんですけど、ずっと使ってなくて、押し入れに眠ってたんですけど、それを引っ張り出してきて、このね、ちょっと汚いんですが、この、デスクの下に敷きたいなと思ってて、なんか下にカーペットとか敷いた方がなんか見栄えとか良さそうだし、ちょうどね、この部屋の下に敷いてるこの、グレーのカーペットがちょうどここつなぎ目のところが来てるんですよ。なので、ここめちゃくちゃずれるし、踏んだ感じの感覚とかも気持ち悪いし、あとこの椅子の
キャスターが引っかかったりするんですよね。で、めちゃくちゃ掃除とかもしにくいので、ちょっとこいつを、このデスクの下に敷こうと思います。これね、同じくグレーだから床の色とこう同じ感じかなと思ったんですけれど、若干こっちの方がなんかライトグレー的な感じで白が入った少し明るいグレーなんですよね。だから別にこう床と元々のこのカーペットと同じ色になることもないし、少し、部屋が明るくなるんじゃないでしょうか。ちょっとやってみよう。地震だな。地震来た。これ今揺れてるのお分かりいただけますかね。いきなり来た。ガタッと。予兆なく。なんか最近の地震っていきなり来ますよね。なんか普通の地震だとこう最初にこうちっちゃい揺れが来て、あ、これ来るなっていうところでガタガタって来るじゃないですか。最近の地震いきなりガタガタって来るんですよね。何の予兆もなく。だからめちゃくちゃ怖い。あ、そして雷もやばい。雷もやばいです。すごい。雨降って雷鳴って地震来て。すごいっすね。もう家から出れない。よし。こんな感じになりました。どうでしょうか。結構いい感じじゃないですか、これ。いや、これは結構やった甲斐がありましたね。あ、地味にここにね、カーペットの切れ目があったんですけど、そこも消えたし、で、やっぱりね、ここでちょうどカーペットが切れてたのが気持ち悪かったんで、ここがなんか一つの空間じゃない感じがしたんで、それをこう、空間を一体化できたのは良かったですね。この足元空間も。これね、今夏だからいいんですけどね、これ冬だと結構ね、寒いんですよね。なので、結構この上に敷いたカーペットがこれ、弾力があるタイプなんで、結構これで暖かくなると思います。で、ここら辺の奥のスペースもいいですね。ここら辺も今日配線も綺麗にしたし、ここら辺がなんか角の方が結構汚かったんですが、めちゃくちゃいい感じになりました。いや、これは良かったな。じゃじゃん。チャーシュー丼です。まっそ。気づいたらいきなり暗くなりましたね。10分前ぐらいまで明るかったはずなんですけど、しかもまだ7時。この時期にしてはすごい早いですね。いや、今日は変な天気です。これ食べてみようかな。チキンとタイカレー。どんな感じなんでしょうか。本場タイで製造。あ、結構辛いみたいですね。辛さレベル4。これはどうやって食べればいいんだ。温めなくても美味しく食べられますって書いてありますけど、やっぱ温めたいですよね。おお。あ、結構水っぽい感じなんだ。お皿に開けて温めてみようかな。結構ゆるいカレーだからスプーンとかで食べた方がいいかもしれないですね。じゃあちょっといただいてみます。あ、なんか辛いって書いてあったけど甘いぞ。甘いですね。でもグリーンカレーって書いてあったんで結構野菜が入ってる感じがしますね。確かになんかいろんなスパイスが入ってそうな感じで美味しいです。雷がめちゃくちゃひどい。うわ、やば。結構近くに落ちた音しましたね。もうなんか衝撃波が来ました。衝撃波とまではさすがに言い過ぎかもしれませんが、床が揺れました。うわ、怖っ。雨もひどいし。朝ごはんです。落とせんの？いつもね、ポンポンって最後に落とすんです。今日はなかなか落ちないね。頑張って。水分ってできてるから、かじったりもできるから置いてあるんだけど、落ちた。落ちたね。そういえば先週の Vlog でこの GoPro を自転車にマウントして撮影したと思うんですけれども、それもタイムワープとかじゃなくて普通の等倍速の映像でお届けしたシーンがあったと思うんですけれども、白飛び
してたと思いません？めちゃくちゃ。空とか明るいところがもう全部白飛びしてて、しかもそれによって手ブレがすごい、GoPro にしたらめちゃくちゃ手ブレが乗ってるっていう、あれ完全な失敗作だったんですけど、あれね、多分ね、ああなってしまった原因としては、録画を、まず1個目、まず1つ目は、録画を開始するタイミングだったのかなと思ってて、うちね、自転車を止めてるところが、このアパートね、2階建てになってて、上がっていく階段が、外階段があるんですけど、自分の自転車はね、ちょうどその外階段の、下に止まってるんですよね。だからちょっと暗くなる場所なんですよ。で、そこで、録画を開始しちゃったんで、その外階段の下の暗い環境の状態で開始しちゃって、で、そっから明るい場所に出ちゃったんで、白飛びしちゃったのかなっていうのがあったりとか、あとやっぱ設定をね、久々に少し見直してみました。ちなみに私はどういう設定にしてるかっていうと、これ普通にビデオの設定ですね。私GoPro はログで撮ろうって決めているので、ログ撮影にして、で、アスペクト比は16対9。で、解像度もね、5.3K にしてますね。やっぱり 4K で撮るのにね、最終的に 4K にダウンスケーリングしたとしても、4K よりやっぱ綺麗なんですよね。だから 5.3K にして、フレームレートは24。リニア手ブレ補正と、水平ロック。ハイパースムーズはオン。というかこれあれですね。水平ロックをつけると、ハイパースムーズは自動的にオンになっちゃいますね。多分ね、オフにした方が若干ね、画角とか広くなるんで、あんまり手ブレ重視しない場合は、オフでもいいのかもしれないですけれども、やっぱり水平ロック欲しいんですよね。やっぱり自転車とか車とかそういう乗り物につけた場合って、水平ロックを、オンにするとものすごく映像が綺麗になるんですよ。で、タイムアップとか撮った場合もすごいスムーズな映像になるんで、水平ロックはね、せっかくこの GoPro 12を使ってることだし、欠かしたくないんですよね。なので、ハイパースムーズオンで、ここら辺をちょっと飛ばして、このプロチューンっていう部分、シャッタースピードとかがね、何になってたんだっけかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、これをオートにしましたね。もうめんどくさいね、フルオートでいいかなみたいな。ホワイトバランスもオート。で、ISO 最小が100、最大が1600で、シャープネスはミディアムと。こんな感じですね。さあ、これで、なるべく外に出た状態で、録画開始すればいけるかなっていう感じですね。一つ思ったのはね、HDR とかで撮ったらどうなのかなと思って、でもね、今日はやめときますけど、いずれテストしようかな。やっぱり HDR の方が、明暗差の激しい環境で撮った時に、明るいところは比較的、白飛びしにくくて、暗いところも比較的黒つぶれしにくいじゃないですか。なので、そういう効果あると思うんですけど、基本的に今は私は動画は SDR でアップしてるんで、これを SDR に変換した時に、変な見え方になんないかとか、あとログ撮影よりは、色編集できなくなっちゃうんですよね。っていう問題があったりするので、今日は SDR はやめときますが、こんな感じの設定でいきましょう。ちなみにこれ、さっき調べてて知ったんですけれども、これ GoPro、今窓の方向けてますが、これが外だとしたら、録音を適用させたい部分を長押しするんですね。そうするとこうやってロックがかかって暗い場所に移動したとしても変わらなくなるんですよね。で、もう一回こうやって外に出た時にロックがかかってるんで下手に白飛びすることがないみたいな。だから撮影開始前にこの動作を行っておくと、この前みたいな白飛びするっていうことが防げると思うので、ちょっとこれでサイクリング動画うまく撮れるかちょっとやってみたいと思います。よし、じゃあこれで長押し。よし。OK かな。涼しいですね。27度。めちゃくちゃ涼しく感じる。太陽が出てないっていうのと、やっぱり日頃が暑すぎるんですかね。衝撃。録画開始してなかった。なんというミス。なんというミス。
やばいね渋滞。パッと見は結構いい感じですね。今回は全然白飛びも黒つぶれもしてなさそうだし、変なブレもなさそうです。あ、いいですね。めちゃくちゃスムーズ。ちょっとね、今日暗かったから結構手ブレするかな。手ブレって言わないか。自転車にマウントしてるから手ブレとは言いませんが、結構ブレるかなと思ったんですけれども、でもでっかいディスプレイで見るとね、やっぱり細かいブレ拾ってるっていうのが分かったりするんで、まだ分かんないですけどね。なんか花火やってるな。あの煙とか花火っぽいですね。さっきサイクリングに行ってる時に自衛隊の駐屯地でお祭りやってたんですよね。で結構人いたんで、多分それですかね。去年もあった気がする。その駐屯地でお祭りがあった時に花火がね上がったんですよ。でも見えるかわかんないな。ちなみにですね、なんかこの前の花火はあれね、あの花火なんかその自衛隊のところから打ち上がってるとか言ってましたけど、あれどうやら楽天球場から打ち上がってたようです。だから多分今回が、うわ、煙すごいな。今回がその自衛隊のお祭り、やってたの見て、中は入んなかったですけどやってたのを見てきたんで、多分今回がその自衛隊の駐屯地からの花火だと思いますが、ちょっと見えるかわかんないですけど、ダメ元で、ちょっと見に行ってみますが、あ、見えんじゃん。おお、暗くて望遠レンズに切り替わらない。でも見えました。奇跡。これあれだね、静止画の方がいいかな。多分確かにあれが駐屯地の花火ですね。この前の花火もうちょっとこっち寄りだったんですよね。なので全然駐屯地の場所じゃなかったですね、あそこは。でもこの前の花火よりよく見えるな。ちょっとね、あそこの家の影になっちゃってるんですよね、ちょうど。もうちょっと先行けば見えそうな気もするんですけど、先行くとね、これ以上先行くと下っちゃうんですよね、坂を。だから今度高さが低くなっちゃって見えないっていうのがあるかもしれないですが、ちょっとダメ元で少し先に行ってみよう。てかね、もうちょっと行った方が高い建物が減るので見えるような気もするんですけど、煙がすごい。
ほら、花火の煙がすごいです。あれですね、 iPhone ね、これ iPhone 13 Pro ですけど、望遠レンズが暗くても使えるといいんですけどね、暗すぎるとね、望遠レンズに切り替わんなくて、そのままこう普通の広角レンズで3倍以上のデジタルズームになっちゃうんですよね。明るさが足りないとどうやら望遠レンズ使えないみたいなんですけど、15とかだと改善されてるんですかね。それちゃんと暗くても望遠レンズに切り替わるようにしてほしいんですが、さすがに高さが足りなすぎるかな。てかもう煙がすごくすぎて、もう見にくくなっちゃってる可能性もありますけど、今回誰も出てきてないな。この前の花火の時はみんな道路に出てきてて、その見えるスポットを探してたんですが、今回は誰も見てる人がいない。天気が微妙だからかな。しかしなんかめっちゃ街が静かなんだけど、今日金曜日の今7時半ぐらいなのになんかめっちゃ静か。やっぱ下降りてくるとダメですね。さっきのポイントが一番見やすかったかも。戻ってきたら結構見てる人いますね。さっき始まったばっかだったからな。今年花火2回も見れましたね。すでに今年見れるかなと思ったんですけどね。よかった。これですね、ひき肉にもう家にあったいろんな調味料を入れてみて、なんかレシピなしで適当に作ってみたパスタなんですけれども、もういろいろ入れましたね。なんだろう、醤油とか焼肉のタレとか七味胡椒からし、あとニンニクとかごま油とか、とにかくいろいろ入れたんですけど、なんか和と中華の中間みたいな味がしますね。結構美味しい。たまにやりたくなるんですよね。こうレシピなしでこう目についたものを入れてくっていうね。向かい側引っ越ししてますね。この時期だと多分物件とか見つかりやすいんですよね。ただ、この暑い時期にやるのは大変そうだな。うわ、雨ひどすぎでしょ。これまた、うちの前が、もうすでに川になりかけてますけど、川ができてる。9ミリだって。9ミリの雨。やばいっすね。これは絶対外に出れない。雨の日は開封ですね。今日開封するのはこいつ、コンロ隙間ラックってやつですね。こういうね、ビルトインじゃなくて、後付け用のガスコンロの、後ろ側ちょっとスペース空くじゃないですか。そこにピタッとはまるラックです。ここがね、結構汚れ溜まったりとか、デッドスペースになったりするじゃないですか。なので、それを有効活用しようっていう、商品ですね。ニトリのやつですね。これ実はですね、2年くらい前に買ったもので、ずっと開けてなかったんですけれども、この前掃除したら出てきたやつですね。これね、最近一人暮らし始めた頃に買って、結局開けなかったものっていうのが続々出てきてるんですよね。ベッドとかクローゼットとか整理するとそういうもんが出てきて、いらないんだったらメルカリとかで売って、で、使えそうだなと思ったら開封して、使うようにしてるんですけど、これ結構使えそうなので、ちょっと開封して設置してみようと思います。ちょっとね、これ組み立てが必要みたいですね。これ箱の裏に書いてあるんですが、とりあえず開けてみます。なんか、段ボールだけ出てきた。こんな感じ。以上ですね。説明書とかはこの箱に書いてある裏のやつで全てなんですかね。で、なんかいろいろ梱包が丁寧だな。よいしょ。これが足とかですかね。よいしょ。で、ネジ類。予備部品って書いてあるな。この中に別に入ってるってことか。なんかいろいろネジ類。工具とかは、自分で用意しないといけなさそうですね。で、これが天板かな。いいじゃん。質感高いですね、これ。全部、金属で、できてるんで、かなり質感は高くて、丈夫そう。そして、白、いいですね、白。
こういうね、大きくて場所を取るもの系は全部白選んでますね。自分家電とかも全部白なんですけれども、あれは部屋が狭く感じないようにと、あと感覚的に白の方がしっくりくるからってことですね。結構ちっちゃいね、小物ガジェット系は黒が多いんですけど、こういう大きいもの系は白にしてます。あんまり深くは考えてないですね。単に白がかっこいいと思ってるから選んでるだけです。ということで組み立てていきましょう。こいつが天板で、これが足ですね。足2本と、これがなんかフレームですね。多分天板の下とかに入るやつ。そう、これね、開くんですよ。こうパカッと開いて、ここガスの元栓があるんですけれども、これを操作できるようにパカッと開くようになってます。その機構でしょうね、多分ね。まずは、このフレームと足を固定するみたいです。で、付属のネジが、入ってるんですけど、めっちゃちっちゃいネジ。ちっちゃいネジが入ってます。これ多分プラスドライバーとかが必要だと思うんですが、付属してないんで、ちょっと持ってきます。はい、ドライバー持ってきました。そしたら、4箇所止めるみたいですね。この図の通りにやっていくと、フレームね、ここの部分がこの横倒しになってるのと立ってるのがあるんですけど、この立ってる方が、この足にもね、なんか左右形違って、こう四角くなってる方と平らになってる方があるんですけど、この四角くなってる方が、この立ってる方に来るみたいです。だからこんな感じですね。違うかなんか合わねえな、微妙に。とりあえずね、この平たいやつとこの横倒しになってる、ここを合わせるみたいですね。そうすると自然に合うのかな。あ、わかった。この立ってる方は、これ内側じゃなくて、外側に来るんだ。あ、そうすると、あったわ。ネジ穴合いました。ここを合わせて、かつこっち側は外側に来ます。こんな感じね。で、ちょっとネジで組み立てていきましょう。あ、なんかネジがちっちゃい分、この回す回数がなんか3回転ぐらいでいいんで、楽ですね。こっちも。なんかさ、大丈夫これ。歪んでんだけど。ちょっと待って。大丈夫なのかな。ここ、歪んでますよね。合ってるよな。多分、合ってますね。まあ、なんとかなるか。めちゃくちゃ気持ち悪い。こういうもんなんですかね。で、もう片方も。こっちも若干歪んでるし、なんかそれで足がちょっと外に開いてるんですよね、これ。ハの字になってる。こういうもんなのこれ下につけるとかでも、そんなことないよな。うん、上になってるんですが、歪んでおります。こいつ取り付けてからもう片方の足はつけるんだって。両方つけちゃった。それを取り付けたら修正されるとかあるのかな。この天板にこの端っこにこう棒があるじゃないですか。これをこの足のちっちゃい四角い部分に通すみたいです。こうですね。はい。で、もう片方の足にも、はい。で、こうか。やっぱここの歪みは治んなくて、若干足がハの字になってるけど、まあ、設置したらなんか大丈夫そうですね。こういうもんなんですかね。まあいいや。とりあえず完成しました。ちょっとでかすぎてフレームアウトしてますが、こんな感じですね。うん。まあ設置してみた方が分かりやすいかな。ここですね。ここの隙間に置きます。ここね。ということで設置する前にちょっと掃除します、ここ。多分ね、設置したら結構汚れること少なくなると思うんで、もう最初、ちゃんと掃除しとけば、あとほとんど汚れることないと思いますね。結構ね、ここ手入れて掃除するのめんどくさいんですよね。狭いし、汚れとかも取りにくいし、ということで、このラックがどれだけ汚れを防止してくれるか期待ですが、とりあえず掃除していきます。よし、とりあえず OK かな。設置していきます。おお、いいね。これでこういうことか。お、すごい辛い位置。これって規格あるんですかね、こういう系のカセットコンロって。
カセットコンロとは言わないか。後付けのコンロビタッと。あ、いいですね。まあ完全に隙間が塞がるわけじゃないですけど、これでだいぶ汚れ防止できるし、ここに物を置けるんじゃないですかね。あ、でも、ある程度これ隙間ないと開けられないのか、ここが。まあでも元栓閉めること長く家開けるときくらいなので、別に普段開けられるようにしなくてもいいのか。じゃあここはピタッとつけておいて、ここにいろいろ物が置けるんですね。なるほど。結構ね、料理中とかこの、ちっちゃい作業台、ただでさえちっちゃいのに、ここに結構物を置いてあること多いので、ここをしっかり作業台として確保できるように、例えばこういうものをこうやって、こういうプラスチックとかはね、熱に弱いんで、ちょっと置くの不安ですけれども、例えばね、こういうのを置けたりします。はい。いいんじゃないでしょうか。それこそ使ってる途中の調味料とかこうやって、仮置きしておくのにいいかもしれないですね。これとかもガラスなんで多分大丈夫だし、こういうものを仮置きするのにいいかもしれない。ちなみに多分ニトリのこれと同じシリーズなんですけれども、この三角の、ラックもあるんですけれども、これはね、多分本来は、これもコンロの、周辺に置いといて、鍋とかを仮置きするやつみたいです。本当はなんかゴムシートみたいなのを敷いてあって、鍋を置いとくやつらしいんですけれども、自分はこうやって食器用洗剤とか、ハンドソープとかを置くのに使ってますね。このシンクのこの縁の部分がね、まあここら辺見ていただくとわかるんですけど、洗剤とか石鹸とか置くほどのスペースがないし、ここがあるんで広そうに見えるかもしれないですけど、ここ傾斜がついてるんで滑ってきちゃうんですよね。だから、ここしか置けるスペースがないんで、で、ここね、めちゃくちゃ、まあ今も濡れてますけど、水がかかるんですよね。なので、この洗剤のボトルの裏がベタベタになっちゃうんですよ。なので、こうやって少し高さを出して水から遠い位置に。そして結構ね、スペースも広く置けますね。うん。食器洗い終わった後にこのボトルを浮かしてこう掃除しないといけないっていう手間があったんですけど、これによってだいぶ改善されたし、ボトルが滑ってシンクの中に落ちてくってこともなくなりました。これめちゃ便利。あとこれもあったわ。これね、いつも後ろの棚にかけてやるやつなんですけど、これこんな感じで開くと、こう4本棒が出てきて、ここに袋とかをかけて、野菜とかの皮剥いたりとか、この上でやるとこう、簡易的なゴミ箱的な感じになって、例えば野菜の皮剥くのに、両手使うのに、ビニール袋を支えておくって厳しいじゃないですか。その時に、これ、先っぽがゴムで滑り止めになってるんで、ここにかけておけるんですよね、袋を。だからここの上で、野菜の皮剥いたりカットができるみたいなやつで、あと肉とか切って袋に入れたいっていう時も、両手使わないと難しいんで、袋支えておくの難しいんで、こいつに袋を支えててもらって、私よく唐揚げとか作るんですけれども、鶏肉をこの上でハサミでね、切って、ここの、ジップロックをここにかけて、肉を入れて、で、調味料で味付けするときとかもうこのままここにジョボジョボって注ぐみたいな。これもめちゃくちゃ便利です。あとその袋掛け以外にも、タンブラーとか細いボトル系のものを洗ったときに、ここにスポって刺して乾かすのにも使えるみたいです。私はちょっと置く場所がないんで使ってないんですが、そういうボトル系の洗ったやつを乾かすこともできるみたいです。あ、色合い的にもマッチしてて結構いい感じじゃないですか。うわ。昼ご飯はそうめんです。あ、ちなみに白飛びしてた映像ってこれですね。先週の Vlog の3つ目のチャプターのところなんですけど、ほら、もう空のところがもう完全に白飛びしてしまって、手ぶれも結構してるんですよね。やっぱり白飛びしてるってことで、こう、光の取り入れ方が変わっちゃって、結構手ぶれ補正も効きにくい状態になっちゃって、こうなってます。昨日のね、GoPro のビデオが結構うまくいってたので良かったんですが、ちょっと今日も今から雨が止んだタイミングで出かけようと思うんですけれども、また今日も撮ってみようかなと思います。
よし、32分で7キロ。